はい、田中宏久です。よろしくお願いします。今日はですね、物語を作っていく上で、かなり根幹的な、とても大事な概念について、一緒に学んでいきたいと思います。本当にね、短編漫画、長編漫画はもう言うに及ばず、短編漫画っていうのをなぜ僕たちが作ってるかというと、主人公が成長する物語を作っている。ですね。主人公が成長しなかったり、変化と言ってもいいかもしれません。主人公の成長変化、少年漫画はね、少女漫画は成長します、キャラクター必ず。だけど大人の漫画になると、例えば僕今43歳ですけど、僕はもう多分成長はしないですね。衰えていくばっかりで、もう走っても全然走れないし、体がどんどん劣化していくっていう状況にあって、もう成長はないですね。だけど変化はあります。例えば、僕2ヶ月サウジアラビア行ってきましたけど、サウジアラビア行ってお酒を飲まなくなったとか、今まで人にものすごく、相手の悪いところをずっと言ってたけど、それを言わなくなったとか、そういう変化は43歳でもあります。なので、物語僕たち何で書いてるかって言ったら、突き詰めると主人公が成長したり変化したりするっていうのが、大事なんですね。じゃあ、翻りまして、多分これを見てくださる皆さんはとてもまだ若い10代20代の方が多いと思うんですけれども、じゃあ主人公の成長をどうやって書いていくと、読者が共感をして、ああいいなこの成長物語っていうふうに感じるかっていうのをちょっとポイントとして、トピックスとして一緒に考えていきたいと思うんですね。実はね、人間の成長ってあんまりバリエーションがありません。少年漫画だったら一番よくあるのが、昨日まで倒せなかった敵を倒せるようになる。もちろん修行をして、一番テンプレートのストーリーは、物語のイントロで主人公が何か、すごく強い敵にボロボロに負けてしまって、彼のプライドとか、そういうものも、ズタズタに切り裂かれる。でその悔しさのために練習に練習を重ね、そこで仲間と出会ったり師匠と出会ったりして、強くなっていく。で、物語の山場でその以前ボロボロに負けた敵に対して、その修行の成果を見せつけて敵を打ち破る。これ成長ですよね。キャラクターが弱かったキャラクターが強くなるっていう成長。少女漫画なんかだと本当にテンプレートベトなのは、昨日まで勇気が出せなくて、好きって言えなかった相手に対して、好きって言えるようになる。これも成長ですね。心が強くなる。という具合に、実はね、成長とか変化ってあまりバリエーションがないんですね。大体みんな成長したら強くなる。できなかったことができるようになる。なので、ここで、他の漫画家志望者とか他の、クリエイターに差をつけるっていうのはなかなか難しいです。なんですけれども、これはすごく使えます。キャラクターが結果的に成長変化するときに、皆さん、自分自身成長した経験あると思います。それは例えば背が伸びるとか、何でしょうね、背が伸びたり、体がどんどん筋肉質に男性だったらなっていく。女性は、体が丸みを帯びて大人の女性の体になっていく。そこじゃなくて精神的な成長。今までくよくよしてたけどもうくよくよしないって決めるとかっていう成長する時って人間って必ず発見をするんですね。発見。例えば僕は10代の頃はね、あれだったんです。髪の毛がね、くにゃくにゃの天然パーマで、それがものすごくコンプレックスだったんですね。で、地元の友達の西山君とか安藤君は髪の毛サラサラでこう、なんかほんとかっこいい髪型だなっていう感じの中、僕自身はなんでこんなチリチリの髪の毛なんだみたいなのをすごく悩んでて、テンパー友達がいて、小高君って言うんですけど、小高君と2人で、
なんかね、このシャンプーを使ったら髪の毛がちょっとチリチリじゃなくなるかもしれないみたいなのをお小遣いもらって買いに行ったりしてた。だけど僕はあるところで発見をします。あれ、別に自分がチリチリテンパであることって自分自身にはすごく恥ずかしいコンプレックスだけれども、周りの人って言うほど気づいてないなとか、あるいは坊主にしちゃえばもうあんま関係ないなとか、僕今ちょうどストレートパーマかけたんですけど、ストパーマかけちゃえば大体一緒じゃんとかっていうことに気づくんですね。気づくと人間が今までコンプレックスだったものがコンプレックスじゃなくなるです。でこれは皆さん一緒だと思います。自分の顔に自信がない、自分の何でしょうね、ファッションセンスに自信がない、いろんなコンプレックス人間あります。当然人間ですから。だけど、そこから乗り越える、主人公がイントロでボロボロに負ける、プライドもズタズタになる、で今まで自分が強かったっていう、思いが全て崩壊した後、彼は一度、うずくまって泣くでしょうけれども、どうしてもやっぱり勝ちたい。でがむしゃらに修行をする。で、ただ修行をしていって敵に勝ちましたっていうだけでは物語の山場が作れないんですね。で、どういうことかというと、山場で主人公が勝つっていうところに向けて、その手前のところで主人公が発見をして成長するっていう、ところを読者に見せてあげる。これがとても大事です。例えば、主人公は、敵にボロボロにやられたことを繰り返し繰り返し繰り返し映像で思い出します。で、思い出した時にハッと気づく。敵は左のパンチがすごく強いけれども、その左のパンチを連打した後にここのボディがガラ空きになる。これはチャンスじゃないかという発見をします。だから作戦として敵にわざと左をどん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 打たせて、自分はそれでダメージを負いますけれども、ダメージを負った上で、だけど最後のチャンスで敵が大振りになった時に右でパンとボディにパンチを入れて、それで一撃必殺で敵の息の根を止めよう。じゃあそのために右パンチをものすごく強い精度にするためにトレーニングをしなければいけないみたいなロジックを組むと、そこの成長から発見から成長した上で、じゃあ敵と戦った時にその技が決まった時のカタルシス、読者はそれはとても気持ちがいい。なぜなら主人公のその修行の時に彼が発展して成長していることを僕たちは伏線として知っているので、最後山場でそれがうまくいった時は読者は大変気持ちがよくなるんです。いろいろあります、発見のパターン。例えばね、小崎愛さんっていう、素晴らしい漫画家さんが一番最初書いた新人賞の作品で、書いたのが、主人公は、超ド級のアニメオタク、漫画オタクで、中学の時はそれをいじめられてたから、今は外見はギャルなんですね。で、爪の手入れと、髪の毛の手入れが趣味の、ギャルで、クラスの、ギャルとも、かっこいいイケメン友達とすごく仲がいい。で、まあいろんな事件があって、自分のその過去のオタクぶりがバレそうになることに対して、ものすごく彼女は怯えるんですけれども、最後彼女が発見するのは、思春期の人間はみんな何かしらバランスが悪い。例えば音楽が大好きすぎて勉強そっちのけで音楽やってる人もいるし、恋愛ばっかりやってる人もいるし、なんかもうわけのわかんない、なんかいつも気持ち悪い本読んでる人もいるし、いろいろだと。だから私がアニメオタク、たまたまアニメオタクでみんなにバカにされていじめられてたけど、別にこれって恥ずかしいことじゃないんだって発見すると、彼女はその今まで隠してた、ギャルとして隠してた部分をもう隠す必要ないんだっていうふうに成長するんですね。なので僕ぜひ皆さんに課題でやってほしいのは、いろんな発見、自分自身の過去の体験、さっき僕言いました、あれ世の中って自分が気にするほど天パ気にしてねえなっていうのも発見ですよね。とか、いろいろありますよ。酒を、3杯以上飲むと、
もうその後は惰性で飲んでしまって翌日脳みその動きが悪いっていう発見をしたら、僕は変化しますね。お酒の場では笑いながら、もうあんまりお酒たくさん飲まないで、ニコニコしてる。僕サウジアラビアで2ヶ月、完璧な禁酒をしましたけれども、日本帰ってその時に僕の発見は、酒飲まなかったら時間いっぱいあるじゃん、今まで自分はなんてお金と時間を無駄にしてたんだ、日本に帰ってから僕生活変えようという変化。だから何でもいいんですよ。そのセンスが良ければ、読者はこの主人公の発見から成長変化していく物語、ストーリーラインをとても好ましく思う、共感してくれるはずなので、これはとっても大事なものです。ぜひ皆さん発見をたくさん10個20個100個書いてみるといいんじゃないかなというふうに